ハロー、ダジャハオ、こんにちは。チャンネルブタさんです。今日は以前動画で紹介したスタジオシリーズデバステーターの変形工程をお見せいたしましょう。デバステーターはトランスフォーマーリベンジ、トランスフォーマーズ・リベンジ・オブ・ザ・フォーレンで登場したディセプティコンで合体することによって巨大な体になる合体兵士です。デバステーターは G1 初代アニメから登場しているキャラクターで、初代の時は6体合体でしたが、リベンジでは驚異の8体合体となっております。それでは早速レビューしていきましょう。まず最初はスクラップメタルです。皆さんもおなじみのショベルカー、おじさんたちも子供の頃大好きだった建設車両ですね。このスクラップメタル、触り心地がかっちりとしていて気持ちいい変形です。まずは盾を外しますね。スクラップメタルは劇中の最初の方で同型のキャラクターが悲惨な目に遭っていますね。実写映画版のディセプティコンの非常さが際立っているシーンでした。画面のようにちょっとひねりを加えて、鍵爪に当たる部分を広げます。これは左腕、右腕、でも反対側の腕も同じように広げます。操縦席のところが腕の先になってるんですね。ここをひねって同じような形状に展開すると。先っぽが鍵爪のような形でバケットが出てくるということになります。最後に、これはショベルアームというんでしょうかね。ショベルアームを同じ方向に倒してあげると鍵爪の形になりましたね。3本指の鍵爪です。スクラップメタルの両腕とショベルの先がデバステーターの鍵爪になります。劇中とは形状が異なりますが、手だけでこの大きさです。ちょっとワクワクしますね。続いてハイタワー。これはクレーン車ですね。名前の通り、とても高さのある車両のようですが、このアイテムはスクラップメタルと並んでデバステーターメンバーの中でも最も小さい一体となります。まずは車体後部の方にあるジョイントを引き上げます。その次に、クレーンの先にあるこのなんていうんですかね、クレーンの先ですね。クレーンの先を外しておきます。そしたら顔を展開、顔のジョイントも外します。今回はお見せしないですが、ロボットモードはなかなかの偉業ぶりです。その片鱗がこの頭部からもわかると思います。ハイタワーとスクラップメタルを連結して左腕を構成します。この2体はデラックスクラスですが、それが2体で1本の腕となります。ハイタワーのキャタピラ部分の変形を忘れていましたね。また動画では収録しておりませんが、ハイタワーの頭部の関節部分は一度外して向きを変えるのが正しいようです。個体差なのかもしれませんが、スクラップメタルの関節軸の部分がゆるゆるです。ここで関節が渋くなるように、秘密兵器を出してみたいと思いますね。バーニッシュ、玩具系 YouTuber オータファさんが紹介していて有名ですね。知らない人はリキテックスパーマネントバーニッシュで検索してみてください。トランスフォーマー好きなら幸せになれると思いますよ。このゆるゆるのところにバーニッシュをですね、少し垂らすと。少し時間を置いてこのように鳴らしてあげると結構渋みが出てきます。このバーニッシュとても便利なので、ぜひ購入をお勧めします。
スクラッパーはタイヤがついたブルドーザーです。この種類の車両は正しくはホイールローダーというようです。劇中の車両とは全然違い、オリジナルデザインのようです。でもかっこいいですよね。運転席の大きさを見るとかなり巨大な車両のように見えます。これはボイジャークラスでロボットモードへの変形はかなり凝っていて素晴らしいです。触り心地も抜群。一方で合体モードはかなりあっさり。ドーザー部分を分割して向きを変えるだけ。おまけでタイヤを少しだけ動かすみたいな感じですね。最後にドーザー部分をくるりんぱします。ドーザー部分がやっぱり鍵爪のようになるんですね。お分かりでしょう。こっちは右腕になります。はい、今度は赤いのが来ましたね。ランページです。彼はブルドーザーですね。こっちはキャタピラがついています。ちなみにキャタピラは固有の商標名で、正しくはクローラーって言うんですよ。知ってましたか？ちなみに日本語では無期限起動、違うや、無限起動なんて言ったりします。それはそうとこのランページ、変形がとても細かいです。その上合体モードは直感的ではないので、ちょっと難しいです。ブタ君はかなり練習したようですが、それでももたついてしまってカットしまくったようです。変形のポイントは中央の本体が90度起き上がって足になり、それによって両側のキャタピラを固定できなくなるので、キャタピラ後部の鍵爪を引っ掛けてロックするというところにあります。まずはキャタピラ周辺のパーツを伸ばしてあげて、キャタピラの上部のところを回転させます。最後に周辺のパーツを元に戻すというような手順になるんですが、これはなかなかに複雑ですね。見てわかるように細かい工程がたくさんあります。慎重にやっていけばそんなに難しいものではないのですが、最終形をイメージできないとなかなか最初は戸惑うかもしれません。このようにキャタピラの上部を回転させると、で鍵爪もくるっと向きを変えるんですね。でロックをすると、ちょうど今車体の中央を上に上げて跳ね上げた後に、この鍵爪で両側のキャタピラをがっちりとホールドするということになります。ただ変形後はかなりがっちりと固定されますね。よく考えられてますね。一見単純な形状の変化に見えるんですが、こういうのがスタジオシリーズデバステーターのすごいところかもしれません。あとはパチパチと元の状態に戻していくような変形になっています。編集の都合でさっきやったところをまた同じことやってますね。鍵爪になるようなところ全部収納して、お腹のところ開くとジョイントが出てきますね。でここの部分、ここはくの字に関節がこのように曲がります。気持ちがいい音ですね。そしてこれは足首の可動。これで合体の形態が完了です。がっちりとしてるせいか、何度も練習で変形の往復をするとですね、手がとても痛いそうです。頑張りましたね、ブタ君。もういいよ。
巨大なダンプカーが出てきましたね。みんな子供の頃は憧れたんではないでしょうか。バカみたいにでっかいダンプカー。私は実物を見たことがありません。一度見てみたいですね。ロングハウルです。英語で長距離輸送という意味だそうです。ランテージと打って変わってシンプルな変形工程となっております。カチッカチッと組み替えていきます。ラジエーターのところで分割して持ち上げると足の形になります。このように関節を使って持ち上げていきますが、ちょっとタイヤとか細かい太もものパーツを避けながら上に上げていきます。はい、足の形になりましたね。早いですね。このロングホール、ロボモード、ビークルモードともにかっこいいんですけれども、ビークルモードの時に荷台の部分と車体を固定をさせるとですね、まっすぐにならないというところがあり、ちょっとだけ残念なポイントがあります。またまたごついのが来ましたね。スカベンジャーです。超巨大な油圧シャベルです。私はリベンジの映画でこの建設車両のことを初めて知りました。細かいことは分かりませんが、ものすごくでかい車両だということが分かります。彼は同型のデモリッシャーが、映画の冒頭で大暴れしていましたね。スカベンジャーはリーダークラスとなり、変形もダイナミックなものとなっています。ガッチャンガッチャンするところが気持ちいいですね。昔の超合金のおもちゃを思い出します。たまらない音。どんどん折りたたまれていきますね。で、この部分、腕の付け根になりますが、ものすごくロック部分が硬いです。このガチガチガチが最高ですね。夜中だと苦情が来ます。ここですね。ここの、ロックのジョイントはめるとものすごい音するんですが、動画ではうまく収録できていなかったようですね。このようにキャタピラ部分を外します。で、ここで豚くんは致命的なミスを犯しています。キャタピラ部分を変形します。ロボットモードではキャタピラが変形して丸いタイヤになりますが、素晴らしい変形ですね。あ、豚くん気づきましたね。そうです。逆なんです。タイヤを上に持ち上げていますが、逆ですね。ここは感覚的に間違いやすい部分かもしれませんね。細かい変形をして、形を整えます。肩の部分もしっかりはめて、これで胴体になりました。大きいですね。リーダークラスですからね。とても大きいです。
豚くんコロコロしてますね。なんでしょうね、本当に。ということで、オーバーロード。化石祭の彼はダンプトラックという車両です。劇中を見る限り、これも巨大な建設車両なんでしょうね。さて、オーバーロードもリーダークラス。腰部分になるので、胸部を構成するスカベンジャーと同じく、強度重視のため、クリックやロック機構はがっちりとしています。ガチガチと足の関節を曲げていきます。足のここの部分を回転させると、このようになります。で、この部分ですね、面白いことをしています。一度鍵爪のロックを外します。そしたら足の付け根部分を展開してグレーのスペーサーのようなパーツを前に起こすと、足に角度がついて固定されます。がっちり固定されてますね。鍵爪の向きを変えてロックします。この時のロック部分の穴が変わっていますね。ガチッとロックされます。反対側も同じです。気持ちのいい音ですね。合体兵士。赤成分が多いですね。ランページ、スカベンジャー、オーバーロード。つまり、胸部と腰の胴体部分と左足が赤になるわけです。実はランページですが、デバステーターの要因ではなく、左足になるのは黄色い胴型のスキップジャックなのです。当初スキップジャックは発売されるかどうかもわからなかったので、ランページを買った人は多いのではないでしょうか。最後にスクラップメタルの盾を膝につけるんですけれども、黄色が浮いてるっていうのもそういうことですね。豚くん気をつけて。本当にもうしょうがないですね。片手で触るからそうなるんですよ。もう豚くん本当に乱暴ですね。おもちゃは大事にしましょうね。さて、シンガリアミキサー社のミックスマスター。ボンネットに輝くシルバーのエンブレムが特徴的です。このおもちゃもちゃんと再現されていますね。緑色の車体にシルバーのストライプが入っていますが、劇中だとここにディセプティコンのエンブレムが入ってましたね。ここも再現して欲しかったところ。頭部となるミックスマスターは車体後部の変形がそこそこ細かいですね。まずはミキサー部分を展開して合体状態にするために再び戻します。ミキサー部分は4つのパートに分割されて固定位置が決まっています。このように開いていくんですね。反対側も同じように変形していきます。初めて触った時には何をしているのかちょっとよくわからないというような状況になるんではないでしょうか。
さてここまで来たら、胴体に角度をつけて再び車体を、割った車体を元に戻すんですが、まずはこのアウトリガーのようなパーツを回転します。足を展開してガニ股にすると、この状態になったら胴体の角度を、車体下側に傾けるんですが、豚くんはなぜか逆の方向に曲げていますね。見せたいんでしょうかね。この状態になったら、元に戻せるんですが、足の付け根のところの穴、ちょうどはまるところが今見えてますね。ロック穴の位置が変わるということで、気をつけて元に戻します。この先動画はバッサリカットされているんですけれども、豚くんはこのミキサー車のはめ込みにすごい苦労していました。さて豚くんが一生懸命指さしているのは3対の後輪の一番前にあるロックですね。これに足の付け根を結合させるのですが、ちょっとコツがいります。見えづらいですね。豚くん一生懸命今はめようとしてるんですかね。豚くんもなかなか難儀してますね。で、足の先を今度は車体に固定します。はまりましたね。反対側も同様ってやつですね。付け根をロックします。こっちはすんなり入りましたね。なかなか細かい変形です。いまいち変形のための成形がうまくいかないようです。ぐちゃぐちゃといじってますね。この後盛大にカットしているそうですが、なんとか形になりました。ボンネットを外すと出てきましたね。一番の見どころになるのではないでしょうかね。各パーツを展開して顔面になります。赤いパーツが出てきましたね。このトラックのキャブっていうんですかね、このトラックの部分変形してこれが出てくるんですね。この外したボンネットも、余剰にならず、ミキサーの後ろ側に固定します。これやってる時にまた車体後部がもなか状に割れてしまいましたね。ここでは出てませんが、編集でごまかしています。トラックの狭い空間によく収まっていましたね。この顔、なかなかすごい顔ですね。これで頭部の変形も完了です。さて、ここまで数日間かけて撮影してきましたが、ようやく全兵士合体準備完了です。それでは豚くん、レッツコンバイン。いや、ユナイト？片付けないとね。はい。それではどんどん合体していきましょう。まずはオーバーロードにランページとロングホールの両足コンビを取り付けます。がっちりとはまります。
ロングホールもがっちりとはめます。ロックする場所がありますね。次に胴体のスカベンジャーに頭部になるミックスマスターを装着します。ここちょっと難しいです。最後部になるタイヤの裏側、ここにスカベンジャーの円柱パーツを挟み込みます。わかりますかね。豚さんが今指さしている場所をロックすることになります。気持ち広げる感じではめ込むとうまくいくようですね。見えないので感覚でやるしかないですね。はい、はまりましたかね。もうちょい。もうちょい。うまくいった。そしたらですね、その後に車体後部にある C 字の切り欠きっていうのがありまして、それとスカベンジャーのピンにはめ込むと。硬いですね。結構力がいります。結構力を入れます。その分がっちりはまりますね。次は上半身と下半身の結合です。スカベンジャーのタイヤにある溝をオーバーロードのレール部分にはめ込みます。ここですね。この溝をオーバーロードのレールにはめ込む。先に上半身に頭部を装着してから下半身と上半身を結合する。ここはポイントです。大きな本体の取り回しが難しいため、組み上げた後だと力が入れづらいです。ストンと入る感じですね。その後、オーバーロードの車体前側の天井パーツみたいなところですね。今、指で押し込んでますが、これを押し込んでスカベンジャーのタイヤの軸にあるピンみたいな形のものですね。これに固定します。そうすると胴体ががっちりと固定されます。どでかいですね。やっべえ。今度は左腕です。最初に組み上げた左腕のハイタワーとスクラップメタル、ジョイントにはめ込みます。重さで下がっちゃいますね、関節が。そして右腕のスクラッパー、ここにスクラッパーをはめ込みます。ジョイントでがっちりとホールド。そして完成です。たくんも喜んでますね。細かいパーツも取り付けました。これがデバステーターの全貌です。壮観ですね。苦労した甲斐がありますね。どうでしょう。ちょっと顔の形、劇中とはちょっと違うかもしれませんね。ただこの8体のトランスフォーマーが合体して、巨大な合体兵士になると、素晴らしいですね。なかなか迫力があります。顔のディテールは結構よく作られていますね。ちょっと顔の形状は細表っていうんですかね。もう少し劇中は丸かったような気がします。すっごい顔ですね。この感動をお伝えきれているのでしょうか。素晴らしいです。スタジオシリーズでデバステーターは1年半の歳月をかけて8体の合体兵士、
そしてデバステーターを完成させました。最終的な合体形態の設計はない状態でプロジェクトが始まり、1体ずつ辻褄が合うように設計していったそうです。なんということでしょう。以上、スタジオシリーズデバステーターの変形レビューでした。ご視聴ありがとうございました。